皆さんこんにちは。キャンプハック YouTube メンバーの木場です。今回もよろしくお願いします。僕はキャンプハックで記事を制作しているものの、いっそ社員になりませんかとは言われない40代後半のおっさんです。今回はキャンプハックチャンネルのディレクター長谷部に誘われて雪中キャンプにやってきました。カメラを回してくれているのが長谷部です。雪国出身なので正直テンションは上がらず、むしろ雪への恐怖心が強いのですが、薪ストーブを頼りにキャンプをしてみます。さて持ってきたテントはこちら、ワンティグリスのソロホームステッド。煙突用の穴が開いているタイプです。Amazon で21,000円で購入しました。注文直後にブラックフライデーが始まり、18,000円ぐらいになってましたが、品切れするよりはマシと考えて平常心を保ちました。中身を出していきます。こちらがテント本体。インナーとフライで構成される二重構造ではありません。そして付属のペグとガイロープ。エリステと自前ロープがあるのでまだ使ったことがありません。でもいい色ですね。こちらがポール類。太いポールが4本、幕を立ち上げるメインポールとキャノピーの跳ね上げ用です。そして細いポールが4本、サイドウォールに差し込んで使います。メインポールにはキャップをかぶせて水の侵入や落雷を防ぐことができるそうです。説明書は付属しておらず、組み立て方法は収納袋に縫い付けられたこちらの情報が全てです。それでは組み立てていきましょう。とその前に、今回雪中キャンプに備えて購入した手袋がこちら。昭和グローブの防寒テムレス M サイズ。Amazon で1549円でした。表面はゴムで水を通さず、裏は起毛で防寒対策がなされています。この通り雪を触っても内部が濡れません。昭和グローブのおかげで冷たいポールを触ってもへっちゃらです。やはり手袋はマストでした。ポールを連結しましたが、前に設営した時とは何か違うような。太いポールの最下部には2種類の長さがあり、それがメインポールと跳ね上げよう。どちらに連結するべきか忘れました。まあなんとかなるでしょう。サイドウォールに通す細いポールはテンションコードであっという間に完成。テントの内側にあるスリーブに通します。これは最初に設営した時、内側にあることに気づかなくて苦労しました。ポールエンドを通すハトメは2つあります。どっちに刺すのかは知りません。僕は内側の近い方に入れています。疲れている時は遠い方にするかもしれません。ペグダウンしていきます。まずは四隅を固定するのが正解で、この時は完全に間違えています。それにしても凍った地面はえぐいですね。ペグが全然入っていきません。メインポールを入れて立ち上げます。今気づいてしまったんですが、煙突穴が向こうに行ってしまいました。やり直します。長谷部が手伝ってくれました。完成しました。嘘です。ペグダウンに疲れ、息も絶え絶えです。ガイロープを張って完成しました。高さ160センチ、幅400センチ、奥行きは240センチです。ソロ用としては大きなテントですね。屋根はカールしていて、ガチな降雪があったら潰れてしまいそう。両サイドにはかまぼこ型のメッシュ窓が。入り口を跳ね上げるとこんな感じです。かっこいいと思いますが、中腰で移動する距離が長くなるので、腰痛持ちにはきついものがあります。個人の感想ですが、雨が降っていない限りは巻き上げるスタイルが良さそうです。留め具は絞ることができ、ちょっと気が利いています。またメッシュ面を残して巻き上げることも可能です。前面と背面の裾にはスカートが。エッチな風にめくられないようペグで固定することもできます。背面のドアは前面と同じ構造で、どちらからも出入り可能。キャノピーを跳ね上げることもできます。同じ形で TC 素材のモデルもあるのですが、僕は軽量なポリエステル製にしました。両サイドにはスカートがありませんが、その代わり内側にシートが伸びています。このスペースは荷物を置くのに重宝します。天井の中央にはランタンをフックできるループが。 LED ランタンを吊るしておきましょう。中央から見て左前方向に煙突穴があります。煙突の位置を合わせるのは少々気を使います。
薪ストーブをインストールしてもソロには十分すぎる広さでしょう。ちなみに愛用している薪ストーブはウィンナーウェルノマド M サイズ、楽天市場で 43,780 円で購入しました。収納サイズは正面から見て幅が20センチ、奥行きが38センチ、高さ21センチです。煙突は内部に収納できます。煙突ガードは別売りのウィンナーウェルメッシュプロテクター、楽天市場で 5,478 円で追加購入しました。これを取り付けてもそこそこは熱くなるんだろうな、嫌だな、怖いなと思っていたのですが、燃焼中に素手で触っても問題ない程度です。折りたたまれていた足を展開すると本体は14センチほど地面から浮きます。14センチ程度だと雪が溶けてしまって足場がデコボコになりました。これはいい経験でした。空気穴は開放具合を調節できます。ぴったり閉まった状態から1段階開放、2段階開放、全開放といった具合です。中には浮いた状態のロストルが、先ほどの空気穴から入った新鮮な空気が下から薪に送られます。スクレーパーが付属し、これで薪を動かしたり灰をかき出したりできますが、火ばさみを持っているのでそんなに使いません。天板の丸い蓋はしっかり固定されていますが、回転させることで外すことも可能。お湯を沸かしたり鍋を作ったりする程度なら蓋をしたままで OK。 強火を使いたい場合は外しています。ちなみにこの中華鍋は近藤義正さんにインタビューした時に持っていったユニフレームのキャンプ中華鍋17センチです。気分は親父キャンプ飯の主人公です。サイドシェルフは持ち運びの時には持ち手となり、広げるとクッカー置き場となります。セブンイレブンの冷凍うどんを加熱してみましょう。セブンの冷凍食品は便利で、キャンプでよく使っています。ホットスナックコーナーの焼き鳥を冷凍状態で売ってもらったこともあります。火力は十分、美味しそうな鍋焼きうどんができました。寒くてうまい。煙突には一つダンパー付きのものがあり、中にある円形の金属板を回転させて火力をコントロールできます。倒すと空気を通さずに火力を弱め、立てると空気がたくさん通って火力が強まります。隣でタグッちゃんが謎の行動をしていますが、見なかったことにしてあげましょう。さて今回、他にも雪中キャンプのために用意したアイテムがあります。まずはこちら、グリップスワニーのブランケット。Amazon で 6,490 円で購入しました。サイズは100センチ ×120 センチ。オリーブ色の表面はコットン 100% で、何年加工が施されているそうです。裏側は暖かそうなポワポワの素材です。このように腰に巻いて、焚き火の時に下半身を防寒することができます。そのまま歩けるのが嬉しいですね。今回は焚き火をする予定はありませんが、寝袋の上にかけることで就寝中の防寒を狙います。雪かきをすることになるかもと思って購入したユージャックの折りたたみシャベル。Amazon で980円でした。ガーバーやソグのものを買おうかとも思いましたが、年に何度も使わないので、俺たちの財布の味方、ユージャックにしました。折りたたまれた状態は全長20センチで、展開すると全長37センチに、つるはしにも変形するので、雨の日にテント周りに溝を掘ることもできそうです。横っちょがノコギリ形状になっていますが、僕は使う機会がないかもしれません。テントのスカートに雪を乗せ、暴風対策をしてみます。腰にきます。そして湯たんぽ、寝袋に潜り込ませて防寒します。丸カの湯たんぽは底面が平らになっています。水を入れ、直接火にかけることができます。今回、ある目論見のために準備したのが、ブッシュクラフトインクのキャンティーンクッカーキット。何かと便利に使えそうなクッカーです。スタックされているのはアルコールストーブや固形燃料のごとくになるパーツ。蓋をした状態で持ち手がしっかり固定されるので、吊るして煮炊きすることができそう。側面のハンドルはボディにフィットする感じで折りたたまれています。内側はコーティングされていて、容量は 700ml。
蓋には湯切りの穴もあります。もともと持っていた同ブランドのボトルがぴったりとはまり、スタックして持ち運べます。しかしその場合、蓋は行き場を失います。そこに配置して弁当箱のように包んでしまうのが最適解かなと思っています。さて、こちらの弾薬箱にも防寒アイテムを仕込んできました。内側から体を温める作戦です。それでは飲み始めましょう。薪ストーブで暖を取りながら贅沢にビールを。うまい。さて、ワンカップに缶をつけましょう。ヒレ酒にするため、まずはフグヒレを軽く炙ります。先ほどのブッシュクラフトインクのクッカーにはワンカップ大関がピタリと2本収まります。これを狙って持ってきたのでした。いい感じに缶がつきました。長谷部衛にも飲んでもらいましょう。暑いからね、気をつけて。タグッちゃんも交え、薪ストーブを囲んで冬の宴です。そして翌朝、クッカーに残った水は見事に凍り、寝袋はもちろんランタンにまで結露が凍りついていました。朝も薪ストーブに火を入れて適当な頃合いで撤収しようと思います。それでは皆さん、いつかどこかのキャンプ場でお会いしましょう。キャンプハック YouTube メンバーの木場でした。ご視聴ありがとうございました。